もう完璧です、これは。店のコップを割ってしまいました。実は中国でもコップを割ってしまったことがあるんですけど。国際交流員ワクワク動画。皆さんこんにちは、松江市の国際交流員です。今回の動画のテーマは日本人が気づかない日本のすごいところです。例えばサービスがいい、トイレがハイテクでびっくりなどたくさんあります。交流員が日本に来てすごいなと思ったところについて話します。じゃあ最初は誰の話を聞きますか？パックの開け方です。特になんかお菓子とか食べ物系は多いんですけど、大体何でもなんかパックには開け方があります。なんかアイドルはそんなにないですね。あるパックはあるんですけど、大体普通に横からなんか原始人みたいに開けます。おにぎりとかは特にすごいですね。1と2と書いて、ここからそしてここからみたいな、なんか開け方が必ずあってすごい便利だなって、日本独特だなと思います。配達の段ボールとかも、私が普通にボールペンが出てから開け方があったんだ、綺麗に取れたのにっていつも思うんですよ。次行きます。日本の道。日本ではどこにいても道路がきれいに舗装されていることにびっくりしました。細くてあまり使われてない山道でもそうです。そのおかげで松江に来て最近結構待ってきました。私の出身の和歌山市の面積は日本全国より少し大きいですけど、住んでる人は100万人しかいないんです。そういうところでは道路のほとんどを舗装したり新幹線でも設置したりするのは経済的にありえないんですね。あと日本は全体的に交通が優れている国だと思います。新幹線でも飛行機でもバスでも全部使いやすくて心地よいかなと思います。ゆっくり走ってるバス、私です。日本に来て初めてバスに乗った時、すごいバスがゆっくり走っててびっくりしました。乗るのも降りるのも料金払うのも全部待ってくれるのがすごいですね。すごいです。韓国のバスは日本のバスより結構早く走ってるから、客が乗ってすぐ出発しますね。だから走り出しながらドアを閉めます。だからちょっと危ない感じがありますね。そして降りるのも自分が降りたいバス停に到着するちょっと前に立ってドアの前で待たないと間に合わないんです。だから私はそれに当然慣れてて、日本に来てもバスが走ってる途中に立ってドアの前に行こうとしたら運転手さんに立たないでくださいって言われてはい、びっくりしました。運転手さんの席にマイクがあるのがすごいですね。松江市ではあんまり聞いてないんですけど、私東京に住んでる時はなんかバスが右に曲がる時は運転手さんが右に曲がります、なんか左に曲がりますとか言ってくるので、早く走るよりはなんか安全を優先するっていうのが分かって日本はすごいなって思いました。皆さん気づいたことあります？ドアの横にインターホンがあります。すいません、開けてくださいって言ったら運転手さんが気づいたらすぐ開けてくれます。使ったことありますか？アイルランドのバスも韓国と同じように止まる前に行かないといけないところは一緒ですけど、アイルランドのバスは2階あるから階段もあって、その階段はなんか走りながらなんか登ったり降りないといけなくて細いし、ちょっと危ないですね。コンビニのトイレ、日本では小さいコンビニのトイレも自由に使っていいというのを聞いてすごくびっくりしました。なんか中国だったら大きいスーパーだとお客さんが使えるトイレがついているのは当たり前ですけど、でもコンビニサイズのお店だったらなんかスタッフ専用のトイレしかないというイメージが強いですね。だから日本のコンビニで本当に買い物以外の機能もたくさんあってすごく便利だなと思いました。しかも無料無料だからめっちゃ嬉しい。インターネットが使えるし、トイレ行けるし、もちろんいろんなもの買えるし、ATM もあるし、コンビニ嬉しいです。
あと服すら変えちゃうので、緊急の時は大体のものを揃っているし、女性の健康品とかも売ってるから、そういうのも結構いいなと思いました。はい、じゃあ次は誰でしょう。大きい金額とお釣り、これ私です大きい金額のお札でも、そのコンビニみたいなところで細かい分離がないって思って、1万円札でも大丈夫ですよって言われた時にすごくびっくりしました。インドは紙幣の中だと一番大きい金額は、2000ルピー、それを出すとお釣りないですかすごい本当に大きいところじゃないと2000円とか出すっていうのはなかなかなくて、たまにお店の人もその2000ルピー持ってそれから隣の店行ってまずお釣りをもらってくるとかっていうようなこともあるので、それプラス例えばコンビニみたいなところだとお釣りが入れてる時に必ずメモ書きで1000円札が切れています、お釣りを出さないといけないねってことが分かってすごい便利だなと思いました。パッキングエリア。はい、僕です。パッキングエリア、スーパーで買い物を詰めるスペース。日本だともう大体もう別のエリアで結構大きいんですね。アイルランドでは大体レジの隣でなんかくっついてるところで、そんなにスペースがなくて1人か2人しか同時に使えないですね。で、アイルランド人が結構日本人より1回の買い物でたくさん買うから、いつもなんかめっちゃ焦ってて物を詰めるとき、でも日本のスーパーだと買い物取ってありがとうございますってゆっくりお肉とか入れるビニール袋小さいやつとかテープとか新聞紙とかいろいろあってすごい便利だなと思います。そうレジにあるやつめっちゃめんどくさい、めっちゃいつも焦ってて次のお客様めっちゃ待ってて、この人そろそろかなって思うのかな。お風呂、僕です。日本の、トイレは有名ですね。トイレにいろんな機能があって海外には大体ないと思うんですけど、お風呂もそうだったんですね。僕結構最近知りました。日本のお風呂ってお湯を自動で入れるとか温度を保つ機能とかで、最近引っ越しましたけど、新しい家にキッチンのリモコンがあって、それで自動を通したら自分の設定した高さまで、自分の設定した温度までお風呂を入れてくれるんですね。すごい便利。さすがお風呂大好きな国。優しいスタッフ。話の始まりは、ちょっと悲しいんですけど、ある店で店のコップを割ってしまいました。もちろん人のものを壊してしまったので、弁償しないといけないと、当然だと思って、で会計の時にドキドキしました。それでシートには書いてないよみたいで、それは忘れられたのかなと思って、すいませんが先ほどコップを割ってしまったんですけど、ここに書いてないみたいでって言ったら、いやそんなこと大丈夫ですよって言われて、すごく優しいと思いました。実は中国でもコップを割ってしまったことがあるんですけど弁償しないといけないですね、普通は。はい、だからすごく優しいなと思いました。フランスはお店だったら多分払うと思うんだけど、レストランとかだったら何も払わないよね。でも割ったことないよね。不在連絡票。よーし、やっと私。そう、不在連絡票。フランスでは不在連絡票ってそのものありますよ。もちろんあるんですけれども、とても不便だと思います。自宅再配達はできません。1週間以内に郵便局に行かないと荷物を取りに行けないので、その郵便局の営業時間って9時から6時まで、もちろん働いている時なのでとても不便で、日本に来てすごいなって思ったのは自宅再配達。自分が便利だと思う時間を選ぶことができるので、しかも本当にその時間の間に来てくれるので、もう最高って思いました。韓国は全部ドアの前に置くから、それ無理、理想的だけど無理。でも日本に来てびっくりしたのが、日本も多分ドアの前に置いても誰も持っていかないと思うけど、い
ちもなんかサインしてもらうから6時から8時まで配達してくださいって言ったらその時間どこにも行けないのちょっとなんか韓国だったら家に帰ったらドアの前に宅配が来てるっていうなんか気持ちがあって行って取るんだけどなんかそれが日本に来てはできないから私はちょっと悲しかった巡回連絡。はい、警察の巡回連絡で簡単に説明すると警察官の家庭訪問です。最初に越してきて多分何ヶ月以内だったと思うんですけれども警察官が来てインターホンのところを見て私知らないうちに誰かやらかしたのかなと思ってしまったんですけれども身分詳細の確認とか困りごとの相談警察官が担当する地区に1人ずつ回ってくるんですね。すごい大変だなと思いますけれどもでも逆にありがたかったですね。でもちろん任意なんですよね。で毎年来てくれるので大体毎年1回ぐらい来てくれる。私1回もない。何回か来たことがあるけどそれは日本に住んでると全員多分場所によって頻度とか変わると思いますけど変わると思うし忙しいところとか、犯罪が多いところとかポケトリスポンジフランスでは焦げ取りスポンジはあります。ただ場合によって物によってかすり傷が出てしまう場合もありますのでそれはちょっと不便だなって思いました。日本の100円ショップに行ってすごいなって思ったのはこれですでっかい砂糖に似てるんですけれども食感面白いね。全然焦げ取りスポンジに似てないんですけれども少し水を使うだけで綺麗に取れるのでめちゃくちゃ便利でもう完璧ですこれは皆さんどうでしたか？私は他の交流員の話を聞いてそういえばそうだね自分の国にはないなって思って興味深かったです。感想やコメントがあればぜひコメント欄の方でお聞かせください。それでは次の動画もお楽しみに。バイバイ。バイバイ。